朝鮮戦争の初動において北朝鮮軍は北緯38度線全域で一斉射撃を開始しました。その直後、十数万の大軍が38度線を越えて怒涛の勢いで南へと進行していきます。北朝鮮軍はソウルの攻略こそが戦争の勝敗を決めると考えており、開戦前から綿密な計画を立てていました。ソウル攻略を担当したのは主に北朝鮮国内で創設された部隊であり、彼らは韓国軍の退路を断つようにソウルの包囲を目指して進軍していきます。さらにソウル周辺には国外から帰還した部隊を配置し、これらをソウル以外の地域へ投入していました。つまり北朝鮮軍はソウルを二重に包囲することを狙っていたのです。対する韓国軍も38度線には軍勢を配置していました。しかしこの頃は南北両軍の小規模な衝突が頻発していたため、今回も北朝鮮軍によるいつもの挑発だろうと考える者もたくさんいました。さらに開戦当時は多くの兵士が休暇や外出で前線を離れており、装備の3分の1も整備のために38度線の後方へ送られていました。こうした状況が重なり、北朝鮮軍の侵攻は韓国側にとって完全な奇襲となったのです。その結果、韓国側の対応は大幅に遅れ、現場はたちまち混乱に陥りました。韓国政府は状況を重く見て、直ちにアメリカと国連に支援を要請します。そんなアメリカでは、北朝鮮が南へ侵攻したという報告を受けたトルーマン大統領が、直ちに深刻な危機だと判断しました。トルーマンは、この攻撃はソ連の後押しによるものだと考えて、もしもここで対抗措置を取らなければ、ソ連は他の地域へも侵略を繰り返すだろうと考えたのです。当時のアメリカの安全保障政策の根底には、アメリカは同盟国を防衛するという原則がありました。よって、もしもここで朝鮮半島を見捨てれば、アメリカの信頼は揺らぎ、同盟体制そのものが崩壊しかねません。しかもアメリカは中国の共産化を受けて、東アジア情勢に強い危機感を抱いていたし、北朝鮮の行動は創設されて間もない国連の権威に対する明白な挑戦でもありました。このあからさまな侵略行為に対抗しなければ、国際秩序全体に悪影響が及ぶ。トルーマンはそう判断し、事態を単なる朝鮮半島の内紛ではなく、共産主義勢力による侵略だと捉えたのです。こうしてトルーマン大統領はアメリカ海軍と空軍を直ちに朝鮮半島へ派遣する決断を下しました。出動を命じられたアメリカ極東海軍は第7艦隊の一部を台湾海峡に送りつつ、主力部隊を朝鮮海域へと展開します。アメリカは太平洋地域での共産主義の拡大を断固として阻止する姿勢を明確にしたのです。そしてアメリカは直ちに国連に対して安全保障理事会の開催を求めました。アメリカは北朝鮮の行動を国際平和に対する明白な侵犯である。これは侵略行為そのものであるとして厳しく非難します。さらにアメリカは北朝鮮に対して戦闘の中止と即時撤兵を求める決議案を提案し、国際社会に行動を促したのです。このようにアメリカが国連を動かし始めると、最も焦りを感じたのがソ連でした。当時のソ連は中国革命後も中華民国が安全保障理事会の常任理事国の議席を保持していることに抗議して、安全保障理事会の会議をボイコットしていました。しかしこのボイコットが思わぬ形でソ連の不利につながります。ソ連が欠席していたため、アメリカが提案した決議案に対して拒否権を発動できなかったのです。これはアメリカにとって国連で非常に有利な状況でした。その結果、ソ連不在のまま会議は進み、アメリカの提案は次々と可決されていきます。こうして国連は武力攻撃を排除し、平和を回復するため、加盟国に対して韓国への必要な援助を勧告しました。さらに軍事援助はアメリカが主導する国連軍統合司令部の下で行うこととなり、その司令官もアメリカが任命することが決められたのです。こうして朝鮮戦争が国際問題へと発展する中で、その影響は当然ながら中国にも及びました。当初中国にとって朝鮮戦争は朝鮮半島内部の内戦という認識でしたが、アメリカが介入を開始したことで事態はもはや他人事ではなくなります。特に第7艦隊が台湾海峡に派遣されたことは中国に強い警戒心を抱かせました。中国は朝鮮、
台湾、ベトナムという3方向からアメリカの影響力が迫っているように感じ、大きな脅威を意識するようになったのです。そのため中国は当初予定していた台湾解放作戦を一旦延期し、まずは東北地方の防御を固める方針へと転換しました。さらにベトナムへ軍事支援を行って国境地帯を安定化させ、朝鮮半島の情勢に集中できる体制を整えていったのです。そして国内ではアメリカに対抗しよう、北朝鮮を援助しようという声が高まり、世論は徐々に盛り上がっていきました。しかし中国にとってより優先順位の高かった課題はあくまでも台湾とチベットの平定でした。むやみに朝鮮戦争へ介入すればアメリカに中国本土を攻撃する口実を与えることになります。蒋介石の掲げる反攻大陸を勢いづける危険もありました。こうした理由から中国はこの段階では慎重に行動を見合わせていたのです。国際情勢が激しく動く中でも北朝鮮軍は容赦なく進撃を続け、ついにソウルへ迫っていました。北朝鮮軍がソウルを攻撃する際には主に2つの進軍ルートがありますが、地形的には最終的にどちらもソウルの北側で合流します。そのため韓国軍はこの北側の防衛線を死守すべきと考えて準備を進めており、北朝鮮軍もここを突破するために精鋭部隊を集中して投入していました。ここで問題になったのが、この北朝鮮の軍勢の中には戦車部隊も含まれていたことです。当時の韓国軍の多くはこれまで戦車を目にした経験すらほとんどなく、自分たちの装備では太刀打ちできないと悟ると前線ではパニックが広がります。こうした状況を受けて韓国軍首脳部は緊急会議を開き、ソウルを守るのかソウルを放棄するのかという重大な方針を検討しました。しかしすでにソウルの北側が崩壊し、北朝鮮軍が市内へ迫っている以上、防衛の継続は不可能です。とうとう韓国軍はもはや組織的軍隊としての韓国軍は崩壊したと判断し、アメリカ軍の到着を待つため政府と軍本部を南へ後退させる方針へと転換します。こうして韓国政府のソウル脱出作戦が始まりました。政府がまず向かったのはスウォンで、ここを一時的な拠点とし、その後国連軍と韓国軍がデジョンに防衛線を築いて北朝鮮軍を食い止める計画が立てられます。一方で北朝鮮軍はソウルへの攻撃を続け、開戦からわずか3日という極めて短期間のうちに首都を陥落させることに成功します。南北の軍事力には大きな差があり、戦争は北朝鮮側が圧倒的に優位な状態で進んでいったのです。しかしアメリカも北朝鮮軍の進撃をただ黙って見ていたわけではありません。アメリカ極東空軍は直ちに朝鮮半島の上空に進出して制空権を掌握すると、 B29 や空母から発進する艦載機を使って北朝鮮側の飛行場や鉄道、補給拠点などを次々と破壊していきました。こうして北朝鮮の補給線は徹底的に潰されていったのです。一方で北朝鮮軍はソウルを占領したことで、戦争の大半はもう終わった、南に潜伏している共産主義者が放棄するだろう、その混乱に乗じて戦果をさらに拡大すればいいと考えてソウルに留まっていました。しかしアメリカ軍が本格的に介入を始めると、北朝鮮軍は状況の変化に気づき、慌てて南進作戦を再始動させることになります。アメリカ軍は海軍と空軍こそ早い段階から投入していましたが、地上軍の本格的な派遣については慎重でした。というのも問題はすでに崩壊しつつあった韓国軍です。戦力が不足しているだけなら増援で補えますが、もし戦意そのものが失われているのであれば、いくら救援しても意味がありません。そこでマッカーサー元帥は自ら状況を確認するため、東京から飛行機で韓国へ向かいました。そして陥落したばかりのソウル周辺を視察します。この視察の最中にマッカーサーは近くにいた韓国軍の軍曹に、いつまでハンガンを守れるかと尋ねました。すると軍曹は、閣下、私は兵隊です。中隊長が守れと命じれば、私は死ぬまでこの場所を守ります。中隊長が撤退しろと命じれば撤退します。と答えました。このやり取りを終えたマッカーサーは、韓国軍にはまだ戦意があると判断し、ワシントンに対して地上軍の投入が必要だと打電します。これを受け取ったトルーマン大統領は、北朝鮮軍は国連の決議にもかかわらず進撃をやめていない。
地上軍を派遣すべきだと結論付けて派遣を正式に決断しました。こうして日本に駐留していたマッカーサー指揮下のアメリカ地上軍が朝鮮半島へ送られることになったのです。